ヤフオクのアクセサリーの中から一体何が飛び出すのか。大量に買ったこのジャンクの山の中から一つ一つ丁寧に中を覗いていきます。はい、残りあと何グラムなんでしょうか。重さを測ってみます。はい、残り 1381 グラムです。はい、どうもジャンク鉱山ラボです。今日もたくさんのアクセサリーの山から一つ一つ丁寧に見ていきます。では一発目何が出てくるでしょうか。じゃん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 。はい、出ました。じゃーん。こんな感じのね、なんか白いね、結構なんか光の加減で光ってるね感じのネックレスです。ではこちらをスマホのマクロレンズで拡大して見ていきましょう。はいじゃーん。あれ、この輝きとこの表面の感じ、なんか真珠っぽいんですよね。これは真珠なのか。ですが玉のね形がかなり独特です。丸ではなくて、なんか楕円になってます。あとこの表面のね綺麗な感じが横から見ると全然ないんですね。ところどころ真珠っぽいね輝きが見えたりするんですけれども、全然ないところもあります。こんな普通の白いね、なんでしょうかこれ。結構ね表面は硬くてツルツルの感じですね。はい、この金色のね玉ね、こうやって見ると鼻の周辺がねちょっと色変わっちゃってますね。なので金とかではないと思います。はい、こちら一体この輝きは何なのか。これは多分ね貝殻を削り出したようなものだと思います。なので貝の特徴であるこういうね光っているところが見えるのと、そうでないところが、見えたりします。若干うっすらこの辺ねなんか島の模様が見えるんですけれども、これがねおそらく貝の綺麗な部分だと思うんですよね。はい、そんな感じのネックレスでした。では次行ってみましょう。次はね何が出てくるのか。じゃーん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 。あ、なんだこの緑色は。はい、でも絡まっちゃっててなんかすごい色がついてきちゃいますね。これまた切れちゃうと嫌なので、できれば丁寧にね1本ずつ外していきたいところなんですが、取れたよかった、取れました。はい、こんな感じのね結構ね、独特な緑色をしたでっかいねペンダントトップです。では見ていきましょう。こちらまずはねペンダントトップのこれ裏からね見ていきます。はい、独特なこの緑色、そしてこの石枠のね金具の金色もなんかね良さそうなんですけれども、このパーツにね刻印があるかなと思って、ぐるっと見たんですけれども刻印ないですね。はい、でこっちがね表側です。はい、独特の光沢とこの縞模様ですね。これをね
拡大して見ていきましょう。はい、こんな感じです。表面にね結構ね小さな傷がね無数にあるんですけれども、この緑色の石はね過去の経験上これはクジャク石ではないかなと思っています。はい、独特の緑色とこの縞状のね模様なんですけれども、であとこのチェーンですね。チェーンがまあペンダントトップの、刻印とかは特になかったので、まあチェーンの方もね期待はしてないんですけれども、一応プレートをねこうやって拡大して見ていきます。はい、何にも書いてなかったです。はい、そんな感じのねメッキのチェーンとパーツでできているペンダントなんですけれども、この石のところはねどうも天然石なんじゃないかなというペンダントネックレスでした。はい、では次行ってみましょう。次もねこんなねぐっちゃぐちゃに絡まってるので、ちょっと違うところから取っていこうと思います。はい、この紫色いってみましょうか。紫色じゃーん。はい、これもなんかね天然石っぽいです。はい、こんな感じの紫色の、はい、こんな感じのネックレスです。はい、こちらも同じくね拡大してみていきましょう。はい、じゃーん。これねよくねパワーストーンブレスレットとかで見かけるねパーツです。中にライスストーンみたいなのが入ってて、このねなんか金色の金具でできてたりします。はい、でこちらね玉の表面なんですけれども、結構ね内包物が見られますね。この辺の特徴から何かしらの天然石ではないかと思われます。よく見かけるアメジストとかねあの辺なのかなと思われるんですが、ちょっとね何かまでは現状ちょっとわかんないんですけれども、正確にはね鑑別を取ってこのね石が何なのか見極める必要があります。でもねこの内包物がこうねたくさんあって、一つ一つやっぱり個性がねあるものっていうのは基本的には人工的なものではなくて何かしらのね天然石なんじゃないかと思っています。はい、こんな感じで結構綺麗ですね。見てて飽きないような、玉ですね。はい、水晶の仲間なんでしょうか。はい、で金具の方はねこんな感じで何もね素材を示すような刻印はありません。はい、そんな感じのね紫色の結構綺麗なねこういうブレスレットでもねいいんじゃないかなっていう作りのネックレスでした。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、絡まっちゃってますけれども、これ何でしょう。なんか不思議な作りをしています。はい、このパーツもねなんか絡まっちゃってて、クラストの方をねちゃんと外してこうやって1本ずつ取っていきましょう。はい、じゃあはい、ここでね二股に分かれているこんな感じのねちょっとね変わったデザインの、はい、ネックレスです。はい、じゃあはい、ではこちら見ていきましょう。なんかねこのプレートのところに今ちょっとね離れてるんですけれども、なんか刻印あるような感じのが見えました。なのでちょっと気になるところから見ていきましょう。はい、なんかねシルバーっぽいことが書いてありそうな気がする。はい、ぎゅーっとね拡大して見ていきましょう。じゃん。925って書いてある。ということはシルバー
925なんでしょうか。プレートのねサイズはとってもちっちゃいので、わずかなんですけれども、ここに銀がね使われている可能性があるということですね。でこっちね引き輪のパーツも見ていきます。じゃーん。あれピントが合わない。あったあったあった。この引き輪のねこの部分すごいちっちゃいんでね、見逃しちゃいそうなんですけれども、これもねギューッと拡大すると引き輪のこのチューブ状のね丸いパーツのところに925って書いてありますね。なのでこれ銀のね取れるパーツがついているのではという、シルバーのねパーツが使われているということが発見できました。ではねこの石の方も見ていきましょう。なんかね石の方も結構綺麗ですね。これ内包物がこんなにね豊かに散りばめられているんですけれども、これも何でしょうね。ちょっとルチルっぽいかな。この中に、この向きで見づらいのかな。なんだろうな。ルチルっぽいのがなんか入ってるように見えたけど違うかな。こんな感じの綺麗なやつで、どうでしょうね。この黄金色の石ということでシトリンとかね、あとこのなんていうんですかね、この内包物ちょっとクォーツっぽいねデザインから、シトリンなのかなというように思われます。この辺もちょっとわかんないですね。若干ここで虹色がね、虹色ファイヤーがちょっと出ちゃってますね。ここですね。この辺り、このねピンセットの先端が当たってるところがこの光の加減で虹色にねなんか出てます。虹色ファイヤーはこれ何の石なんですかね、ちょっとわかんないです。でこの透明のね綺麗なやつはなんか水晶っぽいなと思ってるんですけれども、この大きいのもねついてるんですね。これもなんかちゃんと内包物があって、天然石のねなんか特徴が見られます。これ意外と面白いですね。この色もね微妙になんかこれなんですかね、この部分もなんか変わった、色が見られます。なんですかね、スーパーセブンの紫色のなんか針状の結晶みたいなのがちらっと見えますね。これ何なんですかね。なんか複合的にいろいろついてるやつなのかな。色も微妙にみんな違うんですよね。これなんか色が濃くなってますね。かなり色が濃い。なんでしょう、なんかね天然石のなんか面白いやつですね。こんな感じのねネックレスなんですが、ちょっとこのパーツがね銀かもということで、こちら、今回のね少しずつ掘り進めている中で、銀と思われるパーツがついてたものをこの綿棒の空き箱に入れています。では次行ってみましょう。次もなんか出てくると面白いです。なんか出てこないかな。じゃん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 。これもなんかパワーストーンみたいななんか出てきた。これもねなんかここに書いてありますね。この銀色のパーツになんか書いてあります。じゃあこのねルーペで見ていきましょう。どうですか、見えますか。なんかね刻印が見られます。反対側にひっくり返すとねこんな感じでタガネを切ってね模様をつけたような跡があります。よく見かける感じのパーツですね。でこの透明の玉、なんでしょうこれ、水晶の玉なんでしょうか。ではこれも拡大して見ていきます。じゃん。透明感のある
玉なんですけれども、このね中に、先ほどのねこちらにあったこういうねネックレスのこの石と違って、内包物のようなものは、見られませんね。はい、なんか本当に透明で透き通ってる感じです。これは一体何なのか。この辺もギュッと拡大してみるとなんかありそうな感じはちょっとするんですけれども、これが表面の汚れなのか、内包物なのかちょっとね分かりづらいっちゃ分かりづらいんですけれども、少しねこのピンセットこちらで軽く撫でて汚れか、それともね中にあるものなのかをこんな感じでね少し見てみようと思います。どうでしょうか。こんな感じで撫でてみてるんですけれども、これは表面の傷なのか、中側にね内包物として存在するものなのか、ちょっとなんか表面の傷っぽいですね。こういじくってて、近い気がします。遠近の感じが、このピンセットのね手前にあるのと、それからこの最初内包物じゃないかって言ったものとね、こうやるとピントがほぼほぼ近いので、中じゃないのかもしれないですね。では刻印の方を見ていきましょう。パーツの方の、刻印は、ちょっと拡大しすぎなんで少し戻して見てみると、シルバーって書いてありますね。これも銀が使われているんでしょうか。このね形の金具はよく見かけるやつなんですけれども、特徴としましてはこんな感じでね、タガネでこれ人が手彫りでねこの模様をつけたんじゃないかなと思います。というのはですね、このタガネの模様って1回でこう彫り進めるんではなくて、何回かに分けて叩いて進めるんですね。なのでここで1回で、ここで2回、ここで3回、このね切ってある部分が分かれてるんですね。全部そうです。なのでこれ機械とか型に取ったとかではなくて、このバリの感じとかも人がちゃんとねこう彫ったものだと思うんですよね。レリーフです。彫金の加工がねこんな風にされてるパーツなので、銀なんじゃないかなと思われる、そんな感じのねネックレスです。じゃーん、こちらねさっきの綿棒の箱に入れておきます。わずかなんですけれども、銀かもしれないということで、次行ってみましょう。次、じゃーん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 、こちら。またなんか不思議なねゴロゴロした結構大きめの玉ですね。独特なねこのキャッツアイ効果みたいなのが見えます。こんな感じのネックレスです。こちらも見ていきましょう。じゃん。ちょっとねこれなんですかね、キャッツアイ効果みたいなのが見えますね。ここちょっとトラメに似てるかなと思ったんですけれども、ちょっと違う。トラメはもっと濃いですね、茶色。これはどちらかというとすごく薄いです。ただトラメ石みたいにね繊維状の模様が見られます。拡大してみましょう。ぐーっとこんな感じで、拡大するとなんか繊維状に見えた模様が薄くなっちゃいますね。なんでですかね。この辺にちょっ
でも縦にこう筋入ってる感じですよね。これ何なんでしょうか、このツヤツヤ感といい。キャッツアイ効果も結構はっきりしてますね。だけれども、一つ一つね、見た目が結構違うので、人工的なものではないんじゃないかなと、思っています。はい、これクリソベリルっていうやつじゃないかなと思ったりするんですけれども、ちょっとわかんないですね、大きいし。はい、で金具の方はね、何にも書いてないです。結構色変わっちゃってて、錆びちゃってきてる感じです。はい、そんな感じのなんだかよくわかんない玉のネックレスでした。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。はい、では次行ってみましょう。次、ダンダンダンちゃん。あれ、これなんか取れちゃってるのがあるな。なんか取れちゃってる。切れちゃったのかな。はい、こんな感じのかけらが出てきました。せっかくなので、これもなんか天然石っぽいかけらを見ていきましょう。はい、見てください。中にね、なんか変なのが入ってるんですけれども、これあれだと思います。モスアゲート苔メノってやつだと思います。中にね、こういろいろ入ってるように見えるんですね。はい、かなり独特な内包物なんで、一回見るとね、結構覚えちゃうやつかもしれません。はい、そんな感じの玉がね、1個だけ落ちてました。もしかしたらどっか切れちゃってるのかもしれない。では次行ってみましょう。次。じゃーん。なんかこれ綺麗。キラキラピンク色の、はい、こちら。ペンダントですね。ペンダントのトップだけがあります。なんか書いてある。なんか書いてあるように見えますね。では、まずはね、このキラキラのカットされた石の方を見ていきましょう。じゃん。結構キラキラです。こんな感じでね、何かの宝石なんでしょうか。こんな感じでキラキラですね。光の加減で、こんな風に見えます。ギュッと拡大してみますと、あれ、はい、こんな感じでね、ファセットがね、結構鋭く刻まれているので、何かしらの高度が高いものなのかなと思うんですけれども、なんか内包物みたいなのがあんまし見られないので、なんでしょうね、合成石なんですかね。わかんないんですけれども、このトップもね、結構いい色してるんですよね、金色で。裏側こんな感じです。はい、ちゃんとね、反対側もこんな感じでカットされています。はい、でこのトップね、ここになんかパーツに刻印が見られるんですけど、これはなんて書いてあるのか、よく見えないな。ちょっと拡大します。はい、これでどうだ。あれ、Germany って書いてありますね。14CT。あとちょっとわかんないです。14CT のところまではおそらく14カラットってね、いう意味だと思うんですけど、その後なんかまたちょっと書いてあるのが、ちょっと読めないな。なんだろう、わかんないです。はい、じゃあ、なんか怪しいです。怪しいので、もうちょっとね、自分の目で見てみます。はい。ちょっと金かなと思ったんだけど、多分ね、これ、違うのかな。14カラットなんとかって書いてあるんですけれども、このパーツのね、縁の部分、ここですね。これギュッと拡大するとわかるんですけれども、この、
こっち側ね、この黄色の部分とこの角っこのところね、拡大してみるとこんな色違うんですよ。なのでこれメッキ剥げちゃってる状態なんですね。金色になって下地が出てしまっている。なのでね、金とかそういうんではない、メッキか針みたいなものなのかもしれないです。刻印の方はおそらくね、これ 14CT で14カラットなんだけど、その後に続く表記がこれメッキとかね、プレートの意味なんじゃないかなと思われます。はい、そんな感じのペンダントトップですね。ジャーマンって書いてあるんで、ドイツの製品なんでしょうか、ちょっとわかんないですけれども、はい、そんな感じの、結構でも見た目金色はとってもね、いい色してます。はい、そんな感じのペンダントトップでした。では次行ってみましょう。次はじゃあこちら、謎のまたキラキラ石が出てきました。なんかこんなね、キラキラです。はい、じゃあこれは何でしょうね。この部分がまたくっつくやつでもないし、はい、こんな感じです。見てみましょう。はい、このミラーボールみたいになってますね。全て均一にカットされてるので、なんでしょうね、こういうゲルマっぽいなんか磁石系は似てるんですけれども、なんかくっついたりとかはしてないんで、何なのかわからない。そして間にね、ここにまたなんか黒いのがいるんですけど、これね、多分ね、フェライト磁石とかああいうやつなのかな、ちょっとわかんない。この辺はなんか金色なんだけど、色変わっちゃってるしね、何かはわかんないやつです。ミラーボール的な、なんだろうね、テラヘルツとか、あとなんだろう、ヘマタイトとか、なんかそんなようなものなのかな、ちょっとわかんないですね。なんか書いてある。この金具のね、パーツのところになんか書いてありますね。はい。ステンレススティールって書いてあります。はい。そんな感じのネックレスでした。結構キラキラは綺麗ですね。はい。では次行ってみましょう。次です。じゃあこのブローチ行ってみましょうか。このブローチ。はい、ブローチです。これね、さっきね、出てきたのと多分ね、似てるというか同じやつだと。はい、じゃん。こんな感じのね、中に独特な内包物がぎっちり詰まってる。これはね、もう完全にこれですね。これとも見た目が同じ。そっくり。特徴が同じです。ほい。こんな感じで、中にね、なんか入ってるやつです。はい、これコケメノンだと思います。モスアゲート。そんなブローチなんですけれども、はい、素材を示すような刻印はありませんでした。はい、こんな感じのブローチです。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃーん、じゃーん、じゃーん。はい、またもやブローチです。この白い玉、一体何なんでしょうか。これも見ていきましょう。なんか書いてあるな。はい。では表から見ていきます。はい。こんなね、金色結構ね、赤みが出てて結構いい色ですね。はい。独特ないい感じの金色をしています。これは真珠なのかな。どうなんでしょう。拡大をもっとね、ギュッとしてみます。はい、こんな感じ。これね、真珠っぽいですね。見てください。この表面の模様ね、モコモコしてる感じがおそらくね、真珠そうなんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じで、よく見るとね、全然均一でなくて、その場所によって模様のね、感じ全然違います。これは真珠じゃないかなと思っているんですが、裏返すと
んな感じでなんか書いてあります。はい、こちらバーデルって読むのかな。はい、20分の1 12KTG.F。 はい、これ12カラットのゴールドフィールドっていう意味だと思います。さらにこれ20分の1ってどうだろうな、質量に対して20分の1なのか表面積に対してなのかちょっとわかんないんですけど、まあ量のねおそらく品質表示だと思います。まあ金メッキなんだけど 12KT 12カラット、はい、そんな感じの、まあ、金の品質を表しつつゴールドフィールドということで、メッキされてますよということです。確かにね、表面結構金色ね、結構いい色してますね。さっきのペンダントトップと同じぐらいいい色している。だけどやっぱ下地がこうやって出ちゃってるパーツのところは黄土色なんですね。なのでこれブロンズとかなんか真鍮ベースにメッキをしたものなのかなと思います。でもこうやって見るとまだこの辺綺麗なんで、パッと見ねこうやって綺麗に見えます。やっぱりね最近の安いね色を調色で作った金色とは違って、なんか深みのあるね色をしています。はい、そんな感じのちょっとね古いと思います。古い感じのブローチです。あとこれ多分真珠だと思うんですよね。わかんないけど多分ね真珠がついてると思います。はい、次行ってみましょう。次はなんだこれ。じゃあなんだこれも切れちゃったのかな。なんか緑色のが出てきました。はい、結構重たいですね。これなんか玉だけ玉っていうかなんか石ですね。もう完全に石の状態で出てきました。これを拡大して見てみましょう。はい、こんな感じです。かなり独特なね見た目をしています。ごっつごつな感じで、これ原石なんですかね。こういう状態でその辺に落ちてるものなんでしょうか。全然わかんないんですけれども、なんか穴開いてるね。じゃあ切れちゃったんですね。多分ネックレスかなんかで切れちゃったやつ。そしてこの怪しげなね、なんかこれ空豆のなんか色に似てるな。緑色をしています。はい、このなんかね色がついてて下地というかなんか黒いねナチュラルな感じがするところはターコイズに雰囲気は似てるんですけど、色がねこの緑という独特ななんか違う種類なんですかね。なんかそんな感じのなんかチベットのなんか原石みたいなやつですね。ちょっとわかんないですね。これもちゃんとね鑑別を取ってみないとわかんない。でもかなり独特なやつなんで面白いんじゃないかなと思います。はい、では次行ってみましょう。次はじゃあこの素直にねこの紫系を一気に見ていきましょう。はい、この絡まってるやつと、それからここにもあるね紫色を一気に見ていきましょう。ちょっと絡まっちゃってますね。はい、あとこの辺もね綺麗な感じ。すごいこれなんかごっつごつですね。すごい絡まっちゃってるけど、この紫がいっぱい取れました。じゃあ見てください。カチャカチャカチャ。はい、すごい絡まってる。なんかこれも天然石っぽいけど。はい、じゃあこんな感じのね紫いっぱい出てきました。このね金色の玉いっぱいついてますけど、これ金とかなんですかね。ではこれも見ていきましょう。じゃあこれはなんかやっぱ天然石アメジストっぽいですね。この感じはアメジストの感じがします。はい、こんな感じでちゃんと内包物もあり
そして色もねいい感じです。この玉の方も結構中いろいろみんな形も違うし、色がねかなり特徴があったり、すごい薄い感じのもありますし、でこの金色の玉がどうなのかな。これ金だといいんだけどな。これもなんか見ると色がね変わっちゃってるやつはだいたい違うと言うんですけれど、これもね穴の周りだけ色違いますね。多分ねメッキ製品なんじゃないかなと。ちょっと残念なんですが、そういうね玉っぽいですね。あとはこっちのもう一個見てみましょう。これなんか透明感があって綺麗ですね。こんな感じの玉がねずーっとついています。では金具の方も見ていきましょう。金具はね何も書いてないですね。これもどうだろうな。とかではないですね。こんな感じのね、こういろんな微妙に色もね違うんですね。ここちょっと赤いの入ってる。もしかしたらガーネットかもしれないね。ここにね赤いの入ってるんですよ。ほら、これがガーネットなのかもしれない。わかんないですけどね。そんな感じのアメジストっぽいねたくさんついたネックレスでした。では次行ってみましょう。次は何かな。じゃあこれもね金色いっぱいついてます。これを見た方がいい。多分ブレスレットですね。では見ていきましょう。先にねこの玉の方をね見ちゃいます。これはね多分メッキかな。わかんないけどメッキっぽいですね。出ました。これねこれは石じゃないね。この感じは石じゃない。これは木だと思います。なんですかね、こう木製の木を削り出した玉なのか木の実なのかちょっとわかんないですけどね。表面かなり独特な味のある木でできた玉みたいなのがあります。でこの金色はね多分メッキで、あとよくわかんないいろんな石がついてますね。青いのは何なのか。そんな感じの独特なね、この辺もなんかラリマっぽいね見た目なんですけど、とっても小さいしなんだかよくわかんないんですけど、そういう感じのブレスレットです。こんな感じでした。では次行ってみましょう。次なんだこれ、まだあった。この変な石まだ出てきました。この変な石というかまだいっぱいあるね。何なんだろうねこれ。中に石が落ちてる。なんでしょう。これなんか出てきました。このさっきの緑色のなんか変な石。出てきました。ちょっと並べちゃいますね。並べて一気に見るとこんな感じの緑色のねさっきの石がいっぱい、全部で4つかな。こういう変わった変な石がありました。では次行ってみましょう。次またあった。これまた出てきましたね。また同じこの変な色石切れてバラバラになっちゃったですね。じゃあこちらブローチいってみましょう。じゃーん、こんなね鳥のブローチです。こちらです。こちらも見ていきましょう。ちょっと七宝焼きっぽいけどなんかはわからん。これもねちょっとよくわかんない。焼いてる感じがねします。これ鳥です。鳥の顔と鳥の羽。
はい、こんな感じです。表面もね、しっぽ焼きみたいになんか焼いてるような感じがするんですけれども、まあ色が結構ついてて、こんな感じのね、かわいい鳥ちゃんのブローチでした。はい、では次行ってみましょう。次は何かな。あ、なんかすげえなこれ。はい、またキラキラのいっぱい出てきました。じゃあ絡まってますけどね、これこんな感じかな。どうですね、すごいキラキラなんでしょうこれ。こんな感じの、はい、こんな感じです。じゃあはい、これも見ていきましょう。じゃん、こんな感じのね、ちっちゃいねライスストーンみたいな石がねいっぱいついてますね。こういうのを時々見かけますね。なんかちっちゃい石がいっぱいキラキラついているネックレスです。はい、こんな感じです。はい、じゃあ次行ってみましょう。次は何かな。ちょっとシャッフルすると絡まっちゃうし、あ、また出てきた。もうこれ何個目だ。またなんか緑の石発見。これね、同じようなやつ。あ、でも一個として同じ形はないですね。みんな独特な変な形してます。はい、では次行ってみましょう。次、あ、これだ。切れちゃったやつ。中でバラバラになってますね。はい、これです、これ。切れちゃってますね。さっきのモスアゲート、コケメモなんですけど、中で切れてバラバラになってました。はい、あ、金具の方が、これも見てみましょう。はい、これです。バラバラになっちゃったやつ。はい、しょうがないですね。こういうまとめてね、買うときはもうこういうのもありますからね、よくね。はい、では見ていきましょう。さっきのね、このモスアゲートの玉は、これと同じやつですね。一つ一つみんなね、微妙に模様が違うんで、見てると面白いんですけれども、この金具の方、じゃーん。ピン消してて見えないんですが、この金具、どうでしょう。シルバーって書いてある。はい。これもね、銀が取れるんじゃないかなって言ってたさっきのね、このタガに切ってあるやつなんで、同じような、ちょっとね、緑色出ちゃってるんですけれども、まあ、これは、なんとなくいけそうな感じのやつですね。はい。切れちゃってるからな。もう、このまんま、ほどいちゃうしかないですね。取って、この部品だけ、さっきの箱に、はい、ここなんか、ここは結んであるから取れないんだね。はい、じゃあこんな感じになっちゃったんですけれども、このね、銀が取れるかもしれないという綿棒の箱にね、入れておきます。こんな感じです。じゃあ、結構いっぱいになってきましたね。はい、肝心のね、スクラップのところはあんまりないんですけど、しょうがないと言えばしょうがないです。はい、このバラバラになっちゃったね。玉、パーツとして使えそうです。はい、じゃあ次行ってみましょう。次。はい、これなんかシリーズなのかな。はい、こんな感じのくっついたやつですね。くっつくやつ、磁石みたいなやつです。はい、こんな感じです。はい、こうやってくっついちゃうやつですね。はい、ではこちら、じゃーん、このね、ハードディスクの中に入っている、パーツなんですけれども、こちらネオジム磁石というとってもね強力な磁石です。これでね、こうやって石の黒いところ、この部分をこう近づけると、はい、思いっきりバーンってついちゃいました。こんな感じです。はい、結構ね強いね磁石です。はい、貴重なレアアースとかって言われてるんですけれども、いろんなねところにこう微妙に使われてたりするんですが、これをね
いろんな検査にこう使ってます。はい、そんな感じのね、なんかわかんないけど、こういう感じの黒いね、カットされたやつなんですけれども、まあ磁性がある、やつです。で、合間にちょっとね、紫色の玉がついてたりするんですけれども、こんな感じです。はい、そんなくっついちゃうね、ネックレスと、あとこれブレスレットですね。はい、でした。はい、では次行ってみましょう。次は何か。じゃん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 。あ、これは、はい、このパワーストーンみたいなね、ブレスレットなんですけれども、まあ、紫色と、ちょっとね、黄色っぽい感じのがこうついています。はい、これ無理にやるとね、またバーンって切れちゃうんで、ちょっとやめておきましょう。こんな感じのブレスレットです。では拡大してみていきます。はい、こんなね、はっきりとした内包物を確認することができます。はい、まん丸じゃなくて、なんか微妙にね、縦長の形をしていますが、この色のついてる、なんだろうね、さっき黄色っぽく見えたんですけど、拡大するとね、なんか煙水晶みたいな色してますね。はい、光の加減で微妙に、なんですかね、シトリンの黄色っぽいやつにさっき見えたんですよね、この辺が。だからシトリンなのかなとかって思ってたんですけれども、拡大してみると、なんとなくね、煙水晶の灰色みたいに見えなくもないです。はい、そんな感じのね、天然石。またやっちゃった。はい。このね、オビロンゴムが、だいたいこの中古で入ってるのはみんな伸びちゃっててね、取り扱い注意なんですね。これね、ゴムが劣化してね、切れちゃうんですね。なので、こういうね、パワーストーンっぽいやつは、まあ、定期的にこれ交換が必要なんですね。このビヨンっていう、ビヨンってなるやつが切れちゃうということです。はい、今日もバラバラになっちゃいましたね。床にね、なんか散らばっちゃって、拾い集めれば、多分ね、数は足りてんのかな、ちょっとわかんないですけども、まあそういう状態でした。では次行ってみましょう。はい、じゃーんな指輪です。キラン。この青い玉の指輪は真珠なんでしょうか。じゃーん、こんな感じのね指輪です。はい、こちら見ていきましょう。はい、こっからもうね、なんかね、内側の刻印が微妙に見えるんですけれども、どうでしょうか。ここですね、ここ。こんな感じで拡大すると、なんかね、この内側に書いてあるんで、ちょっと気になるところなんですが、見ていきましょう。じゃん。はい。青いね。真珠なのかな。ちょっとこれはよく見てみて。なんとなく真珠のこの特徴のある表面のね、真珠風らしきものがこんな感じでね見えているので、まあ真珠なんじゃないかなと思われるね玉がついています。この青い色は基本的には何かしらの処理をしてね色つけてるんだと思うんですけれども、まあ、真珠は真珠なんじゃないかな。で、内側のところのね刻印がさっきねちらっと見えたんですけど、なんか書いてある。じゃーん、これ拡大してみましょう。はい、シルバー。じゃーん、これ G って書いてありますね、ここにね。シルバー G は銀がね取れないやつなんですね。で、ここね緑色の出ちゃってます。これ6小反応って言って、
腐食した時に出るやつなんですよね。はい、そんな感じの指輪、真珠の玉だと多分思われるね指輪でした。では次行ってみましょう。次ビン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 どれにしようかな。はい、じゃあこの綺麗なねやつ行ってみましょう。あ、でもすごい絡まってる。これが取れるのか。取れないよ。取れないよ。バラバラ。はい、こんな感じで。絡まっちゃった。はい、じゃあちょっとね、うっすら青い水色がついているこんな感じのネックレスです。これなんだろうな、水色というかうっすらね、なんか綺麗な色してますね。こちらも見ていきましょう。はい、これね、カットも一つ一つ違うんじゃないかな。形も違う気がする。でここね、結構内包物がはっきりね見える構造です。うっすら青くなっていて、この内包物が確認できるところ、それからカットのね感じが微妙に玉によってね違いがあるようにも見えなくもない。大きさもちょっと違う気がするし、この辺から見ると天然石、これなんか明らかに違いますね、形。これがね明らかに違う。なので天然石をねカットしたものなんじゃないかなと思われます。この綺麗なね薄い青い色が何なのか、そしてこの黒いのなんでしょうね。はい、なんとなくなんですけどアクアマリンみたいなやつなのかなと思っているんですけれども、これもやっぱ鑑別を取らんと分からない。ただところどころこうやってねはっきりとした内包物が特徴としてあります。はい、では金具の方を見ていきましょう。金具はねこんな感じのよくあるやつです。真珠のネックレスとかに使われる形のこういうねお花の形をしてるやつで、ひっくり返すとシルバーって書いてありますね。これトップシルバーってね、トップだけシルバーとか内側は違うとかあるんですけどね、ちょっとこれもわかんないんですけど、一応シルバーって書いてある。はい、こんなネックレスでした。これも一応こっち入れときます。ではちょっとねまだ結構残ってるんですけれども、バラバラになっちゃったやつとかもあって、これ残ってるんですが、少しだけ検証の方をねしてみようと思います。一部ね、全部はちょっと今日できないんであれなんですけど、こちらこのね切れちゃったやつね、コケメノの金具なんですけれども、これがね銀製品なのかどうかっていうのをちょびっとだけ検証してみようと思います。じゃーん、こちらが古代より人類の英知が詰まった詰まってはいないか、人類が使ってきた試金石です。これでね金の方をちょっとね検査してみようと思います。はい、ではこちら見てください。このパーツがおそらく銀なのではないかなと思っています。その確認をするためにこの石の上に削り跡をね見たりして確認をします。はい、軽くねちょっと削ってあげます。少しです、少し。はい、こんな感じでね金色の跡が出ました。はい、こんな感じで銀色のね削り跡が見られます。結構綺麗な銀色なので、色とあと見た目、
それから削った時のこの硬さですね、柔らかい感じ。削り跡もクレヨンをね画用紙にこうなんか描いたような跡が残っています。はい、こちらにねちょびっとテスターをつけまして、はい、削り跡の方はすっかり消えてなくなってしまいました。はい、こんな感じです。で、銀の時はこれ削り跡が消えてしまうのは普通です。で、あとはこのね削り跡のところにちょびっとつけてみます。そしてこのつけたところの反応を見てみますと、この削ったところ下地の方が少し出てるんですけれども、今ちょっとここにテスターをつけたんですが、少しね白っぽい感じになってます。これが、銀の反応なんじゃないかなと思うんですけれども、素材によって微妙に違ってて、白っぽくなったりとか黒っぽくなっちゃう時とかもあるんですが、今回ちょっとね小さいので、見づらいというか分かりづらいんですが、でも多分ねこれ銀なんじゃないかなと思います。はい、そんな感じの、パーツの検証でした。はい、ではね、今日のいろいろ見てきたものをもう一度、はい、全体をね見ていきましょう。はい、こんな感じでなんかこの辺はバラバラになっちゃってたやつと、あとこれは自分でいじってて切れちゃったやつですね。あとこの謎の緑の石と、こんな感じでキラキラ天然石系が多かったかなというところです。あとねこちらがね、シルバーパーツと思われる、部品がついたやつで、検証の結果ねこれはどうやら銀じゃないかなというところです。シルバーの刻印あるんで、大丈夫だとは思うんですけれども、あとはちょっとまだ見てないからわかんない。それとこの真珠と思われるね指輪でした。はい、今後もこんな感じの動画を作っていきます。もしよかったと思ったらチャンネル登録とぜひグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。